おかえりなさい。幸せ右脳へ。今回も意識変容の仕組み。最初は脳と時間です。意識の変容に関して一番中心的で重要なところです。ぜひじっくり眺めて理解してくださいませ。3枚の絵を描きました。真ん中だけが現実です。真ん中は今ここです。現実世界は今ここしかありません。1秒前が右の絵です。過去です。過去はどこにも存在しません。1秒後が左側の絵です。未来です。未来はどこにも存在しません。過去も未来も左脳の中にしかないのです。過去を思うとき、未来を思うとき、私たち意識はなんと左脳意識の中に吸い込まれています。右脳意識は今ここを力強く経験します。し続けています。今ここという糸で縫うように、見えるものを次々と仲間にしていくんです。みんな仲間。わーい、もっと知りたい、もっと広がりたい。子供のような意識です。その経験をもとに、左脳意識が過去、未来という時間の流れを組み立てて、身の安全や食べ物の確保に役立つ時間感覚を維持しています。これは大切な機能です。けれども私たち意識が現代の人間社会の中で今ここを拒絶し、過去や未来を空想し、左脳意識の中に吸い込まれていると、左脳に血液、栄養がどんどん流れ込みます。結果として右脳機能は弱まり、意識は右脳機能とともに今ここにいられなくなってきました。そして人々は左脳意識とともに時間の中で迷子になってしまったのです。左脳過剰状態と私は呼んでいます。ストレス、不眠、落ち込み、安定した感覚のなさ、元気が出ない。そうしたことの原因は左脳過剰によるものと思っています。何の因果か、右脳意識状態で毎日生活している私は、自分の意志で左脳状態にもなれます。すると一気に体がしょんぼりし、世界がぼんやりし、薄い灰色の膜がかかったように感じます。意識はちょっと後ろに下がります。全身の血液の流れ方も変わるように感じます。脳に向かって上がっていくんです。再び今ここに帰ってくると、世界の色鮮やかさが増して、体からエネルギーの風が外へ向かって吹くように感じます。気持ちがスッと上がります。楽しさがお腹から湯気のように上がってきます。左脳と右脳のどちらが活性化し、血液が強く流れ込んでいるかは、このように体感に大きな差をもたらします。マインドフルネスが話題になるのは、それだけ誰もが今ここにサーフィンできない苦痛を感じているんですね。何しろ1秒ずれても左脳意識に吸い込まれてしまいますので、今ここ、今ここ、今ここ。コツは口角を上げて子供のようにキラキラした目で見ること。やってみてください。練習あるのみです。きっとできますよ。このカードは感覚空間です。また、個をテーマにした情報がまとまってきましたので、カード右上の丸い飾りの石が青色になって戻ってきました。
私たちがあまり感じたくないと思う感覚、苦しさ、孤独感、被害感、無力感、混乱などは、体の周囲にある仮想空間、感覚空間の中で起きています。この感覚空間は、体の内側も外側も含みます。体の外側にありますから、そこに苦しさがある場合、苦しさの原因がさらに外側の世界にあるように見えてしまいます。青い水が入ったガラス瓶に、自分が布製のぬいぐるみになって沈んでいるところを想像してみてください。布地に染み込んで、内側も青く染まり、水を透かしてみる外側の世界も全部青く見えることでしょう。あそこもここも私の苦しさの原因がある世界。苦しさばかりの青い世界。何から手をつけていいのかわからなくて、自分を無力に感じてしまいますね。でも本当は外側の世界じゃなくて、ガラス瓶のような空間があって、その中の水が青い、つまり苦しい感覚があるだけなんです。結構小さい世界なんです。この感覚空間があることは分かっていました。私は一生懸命これを薄くする方法を探しました。それが思考が消えた奇妙奇天烈な人生を生きる者のテーマだと思っています。思考と体感をコントロールできるため、セルフ人体実験ができるのが私の唯一の強みであります。どの感覚とそれがリンクしているのか、どう変えれば早く解決できるのか、右脳さん、生命さんと相談しつつ探しました。そして見つけましたよ。この感覚空間は個の感覚空間です。個と強くリンクしてます。個が強くなればガラス瓶は分厚くなり、個が薄くなればガラス瓶は薄くスカスカになります。そして苦しさや孤独感、無力感なども薄くなります。鍵は個であり、個はやっぱり左脳です。いつものやつです。イラストでは瞑想しているポーズになってますね。もちろん瞑想はその解決方法の一つです。個について、つまり自分自身についてぐるぐる考えることでガラス瓶が分厚くなってますから、考えを鎮めるために瞑想すれば薄くすることができますね。そして最速の方法。私が今回見つけた方法は、感覚に集中して全振りすることです。とにかくいっぱい試して最も効果があったものなんです。視覚、聴覚、触覚を順番に短く強く集中することで、1秒以内に左脳から右脳回路へ切り替えることができます。すごいです。屋内でも屋外でもどこでもできます。ではここで試しに一緒にやってみましょう。見てと声に出して見ることに集中します。1、2、3、4、5とカウントを続けてください。目で見るという行為に完全に集中します。今からその光景を記憶してデッサンするように必死で見ます。目の前の光景を集中してみます。眼球が乾くほど考えないで、反応もしないで、ただ見ます。次に聞いてと
声に出しながら聞くことに集中します。またカウントを始めます。1、2、3、4、5。今その場で耳に聞こえる音にできるだけ多く気づくように、風の音、ブーンと機械の音、雑踏、遠くの鳥の鳴き声、息を殺して5カウントの間、完全に集中します。次に、感じてと声に出しながら全身の皮膚が感じることに集中します。1、2、3、4、5とカウントしながら暑さ、寒さ、服が皮膚に当たる感覚、風が肌を撫でる感覚、足の裏にかかる体重、背中の皮膚、顔に髪が当たる感覚、この直後の空白を感じてみてください。頭の中の、そして体の周囲の一瞬かもしれません。しばらく続くかもしれません。それが個の感覚空間が薄くなった状態です。右脳メインの意識状態です。この何もなさにどうぞ慣れてください。苦しい、しんどいが体に満ちて、分厚いガラス瓶の空間ができてしまったら、すぐにこのメソッドを試してみてください。脳って意外とタスクが少なくて、パッパッと切り替えることでこなしているんです。自分への指示を言葉に出す。カウントする。そしてカウントしながら3つの感覚への強くて短い集中をすることで、右脳がいきなり活性化します。脳の複数タスク分が占拠され、左脳が思考へのタスクを続けられなくなるんです。